ゼロから旅行業務取扱管理者第7回です。今日は運送約款と宿泊約款を学びます。JR の切符と宿泊のルールがテーマです。まず、運送約款です。鉄道やバスなど運送機関が定めるルールです。JR の旅客運送約款が代表的なものです。私たちが使う切符もこの約款に基づいています。JR の切符の基本を見ます。運賃の乗車券に特急などの料金券を組み合わせます。乗車券には距離に応じた有効期間があります。一定の条件を満たせば途中下車もできます。切符の変更と払戻しです。使う前であれば変更や払戻しができます。その時は所定の手数料がかかります。手数料や条件は最新の規則で確認してください。乗車券の効力を整理します。乗車券は有効期間内に使う必要があります。また、決められた経路で乗車します。有効期間が過ぎると、その切符は無効になります。ここから宿泊約款です。ホテルや旅館の宿泊契約のルールです。多くの施設がモデル宿泊約款を使っています。約款はフロントなどに掲示されています。宿泊契約の成立を見ます。まず、宿泊者が申込みをします。施設がこれを承諾します。原則として、施設が承諾したときに契約が成立します。宿泊の主証子についてです。宿泊者はいつでも契約を取り消せます。ただし、主証子の時期によって違約金がかかります。違約金の率は約款で確認してください。施設が宿泊を断れる場合もあります。満室で部屋の用意ができないときです。法令や公序良俗に反する行為があるときも断れます。他の宿泊者に迷惑をかける恐れがある場合も同様です。引っ掛けポイントです。乗車券は有効期間を過ぎると無効になります。宿泊契約は原則として施設の承諾で成立します。主証子や違約金の条件は約款によって決まります。今日のクイズです。宿泊契約の成立について原則正しいものはどれでしょう？ A は申込み時、B は施設の承諾時、C はチェックイン時です。少し考えてみてください。正解は B の施設が承諾した時に成立です。申込みだけでは成立しない点に注意しましょう。今日のまとめです。JR の切符は運送約款に基づいています。乗車券は有効期間と経路に注意します。宿泊契約は原則として承諾で成立します。手数料や違約金の率は約款で確認しましょう。次回から3つ目の科目、国内旅行実務です。第8回は JR 運賃の計算を基礎から解説します。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回またお会いしましょう。